Ouais, ça va être long. Ouais. Allez, Aya!こんばんは。8月に入るんですけど、結構夜は蒸し暑いので、寝るときはタンクトップにハーフパンツで寝てます。皆さん、オリンピックの開会式は、テレビなり YouTube とかで見たかな。私は、開会式の日はパリの街中で大きいスクリーンがいろんな場所に設置されていたので、外に出て友達たちと一緒にスクリーンを見て楽しみました。ただ雨がすごすぎて、なんか近くのバーに入って、スクリーンのあるバーに入って、そこでみんなで見たっていう感じです。個人的にはそんなに開会式に対してあんまり期待していなかったんですけど、やっぱり当日になるとみんなも盛り上がってたし、ムードがあって、しかもクオリティもすごく高い開会式だったので、なんだかんだで楽しめました。いつも生活してる県内のところであんなにすごいパフォーマンスが行われていたのが感動的だったんですけど、終わってから一気に静かになってしまって、少し寂しい気持ちもあります。この後は競技を見に行く予定とかは今のところ特にないんですけど、みんなで飲み行ったりとかしてても、携帯でテレビ開いてフランス人の人たちを応援したりしてるので、私はその中でも日本を応援しながら残りのオリンピックの競技を楽しみたいと思います。8月のパリの状況についてちょっと話するんですけど、8月はバカンスシーズンなので、特にパリの人たちはパリの外に出るので、パリはね、人が少ない状況になります。人によってはその期間空いてるパリを楽しみたいっていうパリジャンの人たちも結構いるはいるんですけど、去年私が感じた印象としては、本当にゴーストタウンじゃないけど、観光地以外の飲食店とかも全部閉まってしまうので、正直で友達もみんなバカンス行っちゃうので、やることがないっていうのがリアルな体感としてありました。なので8月中にパリに旅行に来る予定にしている方は、お店の営業とかを事前に調べておいた方がいいと思います。結構本当にね、2週間3週間平気で閉まってしまうので、行きたいなっていうお店とかは事前にリサーチして空いてる時期を狙って来た方がいいと思います。だいたい9月の2週目、9月1週目から開くお店もあるけど、だいたいみんな2週目ぐらいには戻ってきているような印象です。通常通りのパリだと思ってきて何もできないと残念なので、参考にしてみてください。ちなみに今年はオリンピックの影響で交通規制がまだされているのもそうだし、メトロのチケットも9月の8パラリンピックが終わるまでの間、普段の倍の4ユーロで販売されてます。パリのメトロに関してはゾーンが決まってるんですけど、基本的に一駅乗っても、何駅乗っても、遠くまで行くにしても値段は一律になります。なので普段2ユーロっていうのも一駅だったら高いけど、遠くまで行くんだったらそんなに高い値段ではないと思うんですけど、さすがに4ユーロになると円に換算したらいくら700円ぐらいなので、そう考えると結構高いですね。なので遠くに行く場合はいいけど、一駅とかだったら歩いたりとかした方がお得なのかも。あとはライムがおすすめです。なんか前にベリブっていうレンタルチャリの話した気がするんだけど、もう最近は電動一択ライムにずっと乗って街中を走ってます。夏は快適に過ごせる時期なので、わざわざメトロに乗らなくても、自転車で移動するのを私はおすすめします。車も交通制限あるので結構渋滞してて、セーヌ川を渡るのとかもすごく時間がかかるので、
車は今の時期はあまりおすすめしません。8月中バカンスでパリから人がいなくなった後はもしかしたら少し車の便も良くなるかもしれないんですけど、とにかく夏のパリを楽しむには、電動自転車のライムに乗ることをおすすめします。あと全然関係ないんですけど、最近の感覚の変化としては、今まで私夏でも日焼けしないように、特に顔はもう絶対日焼け止め塗って、ビーチ行く時も顔にタオル置いて隠したりしてたんですけど、今年の夏はちょっと日焼けしてもいいのかなっていう気分になってます。っていうのも、フランス人の文化として夏の間日焼けをしているっていうのはバカンスに行く余裕があるっていう意味合いがあって、焼けてない肌の人はバカンスに行けないみたいな印象があるらしく、なのでこっちの人たちはみんな夏になると太陽の下に出て肌をガンガン焼いてます。とはいえ顔は絶対守りたいので、顔は日焼け止めを塗りつつ、体も軽く日焼け止めを塗って、今年は少し焼いて小麦色の肌を目指そうと思ってます。前もそういう日焼けの話どっかのタイミングでしたような気がするんだけど、本当にこの時期になるとみんな焼きたいっていう話題がよく出るので、またその話をしちゃいました。その話をみんな友達たちとするたびに、美の感覚が全然日本とは違うなっていうのを痛感してます。今いつも気に入って行ってるマルシェに行ったらオリンピックの影響で閉まっていて、何も買えなかったので仕方なくスーパーに行って買い物してきたので、本当にちょっとだけなんですけど紹介しようと思います。この間の動画でも話したように、最近は朝ごはんは納豆ご飯キムチにハマってるんですけど、ちょっとそれにも飽きたので久々にグラノーラヨーグルトを朝に食べようと思って、なんだけどいつものヨーグルトじゃなくて今日は、このフロマージュブロンっていうものを買いました。フロマージュブロンは、生クリームとヨーグルトの間ぐらいな、ヨーグルトよりも少しさっぱりしてると言ったらいいのかな。日本では見ない気がするので、もしフランスに来る機会があったらこのフロマージュブロンっていうのを買ってみてください。これにグラノーラとフルーツと、蜂蜜かけて食べようと思ってます。で、今日はこれを買いました。チアシードです。チアシード、これはビオコープっていう美容のお店で買ったんですけど、このヨーグルトに1日漬けておくと水分を吸収して膨張するんですけど、もともとはこういう細かい粒になってます。でこれを今日ヨーグルトに漬けておいて明日の朝食べようと思います。水に漬けても大丈夫です。あとは夏の果物、いつも通り大好きな桃と、こっちに来てから好きになったメロンです。日本のメロンよりも味わいがさっぱりしていて、私はこっちのメロンの方が好きですね。美味しい。これこのまま食べたりとか生ハムと食べたりとかすると美味しいです。さっきこのチアシードを買ったお店として紹介したビオコープなんですけど、パリの至る所にあって、美容のお店としてはビオコープかナチュラリアが有名かな。でビオコープ行くと量り売りで買えるグラノーラだったり米、あとチョコレートとかそういうのも売っていて、そのコーナーが好きで私はそこのグラノーラを買ってます。完成しました。こんな感じです。ちょっと今日はチアシードは食べれる準備ができてないので、簡単にグラノーラヨーグルトにアガベシロップをかけたものをいただきます。美味しい。せっかくなんでメロンも切ってみます。カットできました。いただきます。
美味しい。めっちゃ美味しい。夏は果物の選択肢が豊富だ上に好みなものばっかりなので果物ばっかり食べちゃいます。あとさっきのキヌアを明日のためにヨーグルトにつけておきます。こんなもんかな、1回分だったら。ちなみに今着てるこのニットトップスはアーニーパルのものです。なんか素材的に夏暑いかなと思ったんですけど、結構背中も開いてるし露出してる部分が多いのでそんなに暑くないです。色合いも薄い紫じゃなくてこの濃い紫なのが気に入ってます。